京都2日目の朝です。この日の朝はそれほど急がずにホテルオルクラを10時近くにチェックアウトしました。それから一旦タクシーで次のお宿へ向かって荷物を預けてから身軽な状態で半日観光へ出発しました。地下鉄から、阪急嵐山線に乗り継ぎ嵐山駅で降ります。そこから桂川方面へ数分歩いていくと、まず桂川のちょっとした分流の橋が現れます。こちらの川の流れも十分に美しくて、駅から歩いてきてしばらく眺めていました。メインの方の桂川は有名な渡月橋がかかっている方です。実はこの日はまだ朝ごはんを食べていなかったこともあったので、少し早めのランチも兼ねて渡月橋を渡る前に手前の川べりのお店の一つの手打ちそばのお店戸隠さんで、京都ならではのニシンそばのセットをいただきました。このニシンそばのニシンはもともと北海道で取られたニシンを保存のために干物にしていたものでした。その栄養豊富なニシンをお砂糖と醤油で甘露煮にして、京都のお蕎麦屋さんが薄口のお出汁とともにお蕎麦に添えて出されたものが、今では京都名物のニシンそばになっています。あっさりとしたお出汁にコクのあるニシンがお蕎麦に合っていて、とても美味しかったです。お蕎麦屋さんでは意外なほど若い日本人の観光客が多くて、時期的には卒業旅行かなという雰囲気でした。さて、お蕎麦を食べてから渡月橋を渡って向こう岸へ向かいます。こちらの本流の桂川の川の流れは水量がその分多くて、比較的静かな流れでありながら迫力も感じます。川の流れの音をしばらく聞いているのも心が洗われるようで、とても気持ちが良かったです。それぞれの方向の景色が異なるので、行きと帰りでこの155メートルの長さの橋を歩く側を変えてみてもいいかもしれませんね。そしてこの橋を渡った後に思ったのですが、渡る前にお蕎麦屋さんへ行けて正解でした。渡った後の方が竹の林の竹林方面でもあるので、断然人の流れとお店の数も多いですが、その分かなり観光地化されているのと、歩いている人の数も多かったです。そのまま竹林に入っていきます。約400メートル続く竹林の小道ですが、ここは本当に人気スポットなので、外国の方たちや着物を着た日本人の若い方たちもたくさんいました。普段私は着物を着る機会が全くないのですが、その着方を見て最近はレースなんかもふんだんに使って着飾るのが流行りなのかなと感じました。そして外国人の方が可愛い着物姿の女子たちに声をかけて一緒に写真を撮っている光景も結構見かけて微笑ましかったです。この中には赤く見えた野宮神社がありますが、この脇の小道を引き続き歩き続けます。人力車に乗った観光客の方たちも見かけましたが、その方たちのためだけに用意されている小道もあって、他の観光客がいない分、そこで静かに写真を撮っているようでした。そしてこうやって小さな踏切に出ます。ここは野々宮踏切という名前の JR 山陰本線が通る線路です。とてものどかな雰囲気の踏切なので、1日にほんの数本しか列車が通らないのかなと思ったら、私がこの近くにいた時だけで2本の列車が高速で通過していきました。この踏切の幅は狭くて、人も人力車もいるので、かなりこの周辺は実は混んでいます。踏切を渡ってそのまま竹林が続く奥まで歩いてから、また野宮神社に戻っていきました。ここは縁結びや子宝、そして学問成就を祈願する神社だそうで、いくつも赤い鳥居が立ち並んでいました。こちらの神社は平安時代から続いているものだそうで、その昔は天皇の代理で伊勢神宮へ参拝する際に身を清めるための場所だったそうです。渡月橋も平安時代から存在していて、本当に歴史的なエリアだなと実感できます。時間的にお宿に戻って、そこでも少しゆっくりしたかったので、再び駅の方向へ向けて歩きました。来た時よりもさらに人の数が増えていて、駅の近くで食べ歩きをしている人も多かったです。渡月橋を渡る際も来た時とは逆側の橋を歩いて別の風景を楽しみました。そして嵐山と別れて駅から中心地へ戻っていきます。今
回の宿泊先の平松京都さんに着きました。こちらの京町屋をアレンジした室町通り沿いにあるスモールラグジュアリーホテルとされているようです。この時はあいにく通りを挟んで向かいの建物が建築中工事中でしたが、館内にいれば全く騒音などは聞こえませんでした。受付のところはこじんまりとしたホールになっていて、そこからもガラス越しにきれいにお手入れされたお庭が見えます。まず奥のラウンジに通していただいて、そこでウェルカムティーと小さなお菓子をいただきました。この場所からガラス越しに隣に立つ蔵も見えて美しいところです。その中も見せていただきましたが、現代風にアレンジされていて、いわゆるバーラウンジとしても使われているようでした。京都にまつわる図書も揃っていたり、祇園祭りに使われる美しい織物が飾られてもいました。7月の祇園祭りのシーズンになると、このホテルのエリア一帯で1000年の歴史を感じる光景が繰り広げられるそうです。さて、この日のお部屋に入りました。入ってすぐのところに箱庭が目の前に広がる書斎スペースがあります。寝室からちょっと離れているので、実際このスペースは一泊でもちょこちょこお互いに利用していました。その次はお手洗いです。とても落ち着いた雰囲気で良いのですが、ちょっと照明が暗かったです。そして次のスペースはスーツケースを置いたりコートがかけられる場所で、コーヒーやお茶が一式揃っていました。冷蔵庫の中のサイダーやビールも無料で飲めるようになっていました。そして奥が寝室です。3つベッドが置かれていても十分な広さでした。テーブルにもお茶と小さなお菓子が添えられていました。そして右手に、見ると、バスルームになっています。バスタブのあるスペースがとてもゆとりがあって、実際ゆっくりくつろげました。バスタブは、ジェットバスのボタンなんかもありました。洗面台は2つついていて、同時に2人が使っても全く問題がなかったので良かったです。で、洗面ボールがとてもスタイリッシュで、日頃の日常使いのものとは全然違うので、ちょっと使用感が違っていました。アメニティグッズもとても充実していました。そして、寝室の奥には木の格子で仕切られたソファースペースもあって、ここで本を読むのもとても良い場所でした。食事の時間まではお部屋でくつろいで、その後1階のダイニングまで行きました。天井の梁がとても綺麗な空間でした。夕食はこちらのイタリアンをいただきました。日本の食材をうまくイタリアンに組み込んだようなお料理でした。ウェルカムプレートは特注だそうで、日本伝統の鼓を漆でデザインしたそうです。最初のお料理はお魚のサワラの燻製で、上にカラスミを挟んだモッツァレラチーズが乗っていました。飲み物はノンアルコールにしましたが、スパイスの効いた赤ワインのように美味しいドリンクでした。きれいに盛り付けられたお料理はお豆のフリットや野菜をバーニャカウダソースでいただくものでした。次は鹿児島県産のタケノコを岩塩に包んで焼いたもので、岩塩焼きというとお魚とかお肉を包んで焼くのは私は食べたことがあるんですけれども、タケノコも風味が凝縮されて食べられるところは少ないんですが、それでもとても美味しかったです。それに、2種類のアスパラガスと生ハムを添えられている、お塩でいただきました。このパンは国産小麦で作られていて、これだけでも十分に美味しかったのですが、このバターが燻製された状態でホイップしてあるもので、そこにハート型に桜の風味がアクセントで添えられていて、たっぷりパンに塗りたくなる味でした。パスタはホタルイカと桜エビのアーリオオーリオで、春キャベツの上に絞られた柑橘の果汁がとても爽やかな一品でした。甘鯛は松笠焼きという調理法で、鱗が立ち上がるように調理されていて、皮の部分がクリスピーな歯触りでした。その下には野菜のリゾットとわかめが敷かれていて、イタリアンなのに和の食材でうまくまとまっていました。
お肉は島根のサスティナブル和牛の炭火焼きで、このサスティナブル和牛とは子牛を産んだ母牛も美味しい状態にして無駄なくいただくために生産されているそうで、深く考えるとちょっと気の毒ですが、とても柔らかくて癖のないお肉でした。一つ目のデザートはいちごのソルベとヨーグルトのエスプーマがあって、いちごの薄いチュールも本当にいちごのお味でした。次は愛媛産のセトカという名前の柑橘と合わせたフォンダンショコラで、もうこれはチョコとオレンジ系で間違いのない組み合わせでした。そこに柚子のエスプーマも添えられていて、とても良いアクセントになっていました。最後にハーブティーもいただきましたが、添えられていた小菓子までとても手が込んだもので、最後まで楽しみながらいただきました。全体的にお腹がもたれるほどの感じでもなくて、量的にもちょうど良かったと思います。お店の方といろいろお話もお料理の合間にできて、心地よく美味しい時間でした。この続きもどうぞお楽しみに。